だいま戦線のご消直が間髪せられました。精鋭なる帝国陸海軍は今や決死の戦いを行いつつあります。東亜全局の平和はこれを念願する帝国のあらゆる努力にもかかわらずついに決裂のやむなきに至ったのであります。本来政府はあらゆる手段を尽くし対米国交調整の成立に努力してまいりましたが、彼は従来の主張を一歩も譲らざるのみならず、かえって英蘭氏と連合して皆より我が陸海軍の無条件全面撤兵、南京政府の否認、一独位三国条約の破棄を要求し、帝国の一方的譲歩を強要してまいりました。これに対し帝国はあくまで平和的妥結の努力を続けましたが、米国は何ら反省の色を示さず今日に至りました。もし帝国にして彼らの供与に屈従せんか、帝国の権威を失墜しシナ事変の完遂を期せざるのみならず、ついには帝国の存立をも期待に陥らしむる結果となるのであります。ここに至りましては、帝国は現下の帰国を打開し自存自衛を全うするため断固として立ち上がるのやむなきに至ったのであります。今戦線の最上を拝しまし恐怖感激に耐えません。私は不祥なりといえども一心を捧げて決死報告、ただただ人権を休んで立てまつらんとの念願のみであります。国民諸君もまた己神を顧みず人の見立てたるの光栄をうなじゅうされるものと信ずるものであります。およそ勝利の要決は一層の信念を堅持することであります。建国2600年、我らは未だかつて戦いに敗れたことを知りません。この史跡の開口こそいかなる強敵をも破壊するの確信を生ずるものであります。我らは高貴ある祖国の歴史を断じて汚さざるとともに、さらに栄えある帝国の明日を建設せんことを固く誓うものであります。顧みれば我らは今日まで隠忍議長との最大限を重ねたのでありますが、断じて安きを求めたものでなく、また敵の兄弟を恐れたものでもありません。ひたすら世界平和の維持と人類の惨禍の防止とを固念したるに他なりません。しかも敵の挑戦を受け祖国の生存権威とが危うきに及びましては決然立たざるを得ないのであります。当面の敵は物資の豊富を誇り、これによって世界の制覇を目指しておるのであります。この敵を粉砕し
東和不動の新秩序を建設せんがためには当然長期戦たることを予想せねばなりません。これと同時に絶大の建設的努力を要すること言を要しません。かつて我らはあくまで最後の勝利が祖国日本にあることを確信し、いかなる困難も生涯も克服して進まなければなりません。これこそ昭和の見た目我らに課せられたる天与の試練であり、この試練を突破して後にこそ大東亜建設者としての栄誉を公正に担うことができるものであります。この時にあたり満州国および中華民国との一徳一心の関係、いよいよ明日独伊両国との盟約ますます形を加えつつあるを解禁とするものであります。帝国の流体東亜の荒廃、まさにこの一線にあり、一億国民が一切を挙げて国に報い国に準ずるの時は今であります。発行を家となす公募のもとに、この人中報告の大精神ある限り、英米といえども何ら恐るるに足らないのであります。勝利は常にニーズのもとにありと確信いたすものであります。私はここに謹んで議長を開き、国民と共に大業翼賛の単身を施行したいであります。終わり。本年8月、ヨーロッパの敗戦に苦悩する英国首相チャーチルは、米大陸に強権を振るうルーズベルトアメリカ大統領と陸海空の首脳部を従えて大西洋上に会談、世界制覇と東亜混乱の方策を協議した。洋上会談は何をもたらしたか。極めて最近もたらされたこのニュースが示すごとく、見よシンガポールの埠頭には陸続として軍用トラック航空機が運ばれ、ひたすらに対日戦備が急がれ始めた。東亜のジブラルタと頼むこの軍事拠点には豪州兵インド兵が送り込まれ、小政権の軍事代表も参加して日本を威嚇するかのごとく、さらにまた来院を思想して対日包囲陣を作り上げ、仏銀を脅威し大国に迫る。敵性ここに極まり、米英の謀略気を追うて加わる。大本営陸海軍部発表。12月8日6時、帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋において米英軍と戦闘状態に入れ、
大西洋において米英海軍と戦闘状態に入れる。歴史的大発表は新聞通信社を通じて世界の隅々にまで電撃的に行き渡った。実に8ヶ月、かねてこの時あるを期待した民草は東亜解放の聖戦に一致団結、滅私奉公を誓って決起しました。この朝、イギリスアメリカ大使館の車が慌ただしく外務省の玄関に乗り付けられ、続いて独自の数軸国指針が吸い込まれていきました。断固として下る幼鳥の軍、広告不退転の決意を前にして、アメリカ大使館、イギリス大使館、いずれも門扉を固く閉ざして語らず、折から東京では大西洋産会中央協力会議開催され、東条総裁は立って鉄石の決意を伝う。帝国の流体はまさにこの一線にかかっておるのであります。今こそ1億の国民が一丸となって立ち上がるべき時期であります。私は本日これ以上何も申し上げません。ただ諸君の適正に対しまする満腹の信頼の念をここに表明するに努めたいと思うのであります。どうぞ諸君は速やかに各自の部署にお帰りを願い、各自の職域においてどうぞ国民をご指導にあいない時間突破のために一路邁進されんことを希望してまんのであります。日本は、我らの祖国日本は本日実に重大なる運命の中に突入したのであります。真に広告の荒廃をとって万里の波動を乗り越えんとする苦難の道へ突進したのであります。昭和16年12月8日は日本国民の永遠に忘るべからざるとなります。大本営海軍部発表。一つ、帝国海軍は本8日未明、ハワイ方面の米国艦隊並びに航空兵力に対し決死的空襲を敢行せり。2、帝国海軍は本8日未明、上海においてイギリス砲艦ペトレールを撃沈せり。アメリカ砲艦米機は同時刻我に降伏せり。3、帝国海軍は本8日未明、シンガポールを爆撃し大なる戦果を収めたり。4、帝国海軍は本8日早朝、ダボー、米機、ガムの敵軍事施設を爆撃せり。大本営陸艦軍部発表。12月8日11時50分、
我が軍は実会緊密なる共同のもとに本8日早朝マライ半島方面の奇襲上陸作戦を敢行し着々戦果を確定中なり。すなわち8日未明、間髪を入れず行動を開始した我が陸海軍は天津上海の英米勢力を抑え、香港、マニラ、シンガポール、ウェーク、ミッドウェーの要衝を襲い、ハワイに致命的打撃を与えました。またこの日に備えて遠く仏印村に待機中の我が陸の精鋭機械化部隊はすでに準備全くなり、時を移さず堂々の進撃を開始しました。国民諸君、奮起せよ。東亜の流体はこの一戦にあり、我ら民一億、護衛の歴史を胸に刻み、仇敵撃滅の征途に昇る。